大嫌い。ゆいちゃんは小学校に通う女の子です。マンションの上の方にお家があります。おいしいご飯も食べられるし、欲しいものは何でも買ってもらえるのです。お友達はそんなゆいちゃんを羨ましいと言いますが、ゆいちゃんはちっとも楽しくありません。毎日学校から帰ると、テーブルの上に置かれたママからのお手紙を読みます。その手紙には、ちゃんと手を洗ってうがいをしてね。そうしたら冷蔵庫にケーキが入っているから食べてね。ちゃんとお勉強をしてから遊ぶこと。ママもパパも帰りが遅くなるから先に寝てなさい。夕飯は冷蔵庫にあるものをチンして食べてね。とあります。いつも同じ内容で、いつもおやつはケーキです。ゆいちゃんはランドセルを放り投げるとベランダに出て景色を眺めました。どんなにいい景色でも毎日何も変わらない景色です。何度かお友達を呼んで遊んだこともあります。お友達はこの景色を見ていいなあと言っていましたが、ゆいちゃんはちっともいいとは思いません。この景色をママやパパと眺めるのならきっと楽しいのでしょうけれど、眺めるのはいつも一人なのです。ゆいちゃんは大きなため息を一つつくと冷蔵庫を開けました。冷蔵庫の中にはいつも同じようなケーキが入っているのです。このケーキだってママと一緒に食べるのならどんなにおいしいことでしょう。けれど一人で食べるケーキはちっともおいしくないのです。テレビをつけ、にぎやかな声に寂しさをかき消しながらケーキを口の中に放り込みました。勉強道具をランドセルから取り出し、宿題を始めますが、わからないところがあると鉛筆が止まります。お友達のところではおやつにケーキなんて出ないけど、その代わりママがいるのです。そして勉強でわからないところがあればママが教えてくれるのです。もちろんママに怒られることもあるだろうけど、ゆいちゃんにしたらそれすらも羨ましいのです。ママに会えるのは朝のほんの少しの時間。学校であったことを話す暇なんてありません。いつでも一人なのです。だからゆいちゃんは寂しくて仕方がありませんでした。きっとパパもママもゆいのことが嫌いなんだね。だから帰ってこないの。仕事ばっかりでゆいのことなんてどうでもいいんだ。ゆいちゃんはお気に入りのネズミのぬいぐるみを手にすると、そんな独り言を言いました。ネズミのぬいぐるみはゆいちゃんがママからもらったお誕生日のプレゼントなのです。その後もいろいろなプレゼントをもらいましたが、それらの中でも一番好きなぬいぐるみでした。それはまだゆいちゃんが小学校に上がる前で、ママが早くに仕事から帰ってきていた頃にくれたものなのです。しかも一緒に買いに行ってくれたので、その嬉しさはとても大きなものでした。けれど今は一緒に買い物に行くことも
遊びに行くこともありません。とにかく仕事が忙しいということで、全くどこにも連れて行ってはくれないし、行く約束をしていても、パパとママの2人が揃っていることはありません。だから、ゆいちゃんはパパとママが嫌いだというのです。お金なんかいらない。ゆいのために働いているって言うなら、ゆいのためにお家にいてよ。テレビには仲良しの親子の姿が映っています。なんだか悔しくて、ゆいちゃんはテレビを消しました。外が暗くなり、遊んでいたゲームにも飽きた頃、冷蔵庫からピザを取り出し、レンジで温めました。冷蔵庫の中には、ゆいちゃんが好きそうなものがたくさん入っています。それはピザであったり、グラタンであったり、すべてレンジで温めれば食べられるものばかりです。たまにはママの作った料理が食べたいな。レンジがチンとなると、ゆいちゃんはやけどしないように持ち、テーブルへと移動しました。そして一人で温めたピザを食べ始めました。それはケーキと同じで、どんなに温めてあっても決して温かくなんて感じない、おいしさすら感じないおかしな味でした。時計の針が8時を指しても、パパもママも帰ってはきません。いつものことだよ。諦めたようにそうつぶやくと、一人でシャワーを浴び、ベッドに入りました。ベッドに入ると強気だった心が折れ、涙がこみ上げてきました。なんでゆいはいつも一人なんだろう。本当にパパもママもゆいのことが嫌いなのかな。それならそれでもいいもん。ゆいは早く大人になってこんな家出て行ってやるんだから。パパもママも大嫌いだというゆいちゃんですが、どうしたことか涙が止まらないようです。そうしているといつの間にか眠ってしまいました。いつもならそのまま朝になってママが台所にいるはずですが、今日は違っていました。誰かに呼ばれたような気がして目が覚めたのです。ゆいちゃん、ゆいちゃん。ん？誰？目をこすりながらやっと目を開けると、そこにはネズミのぬいぐるみがいました。小さなはずのぬいぐるみはなぜか大きくなっていて、話せないはずなのに、ゆいちゃんの頭の中にネズミの声が聞こえてくるのです。ネズミ？そうだよ、ゆいちゃんがいつも可愛がってくれてるネズミ。え？なんで？ゆいちゃんが泣いてるから出てきたの。ゆいちゃんは不思議と驚きませんでした。ネズミと話ができたらどんなにいいだろうと思っていたからなのか、それともぬいぐるみと話せるなんてゆいちゃんの中では当たり前のことなのか。ねえ、ゆいちゃん、本当にパパとママのこと嫌いなの？嫌いだよ。パパもママもゆいのことを放りっぱなしで大嫌い。仕事ばっかりで大嫌い。なんでパパとママがお仕事してるか知らないの？お金のためでしょ。たくさんお金をもらって
おいしいものを食べるためだよ。それだけだと思うの？私はお金なんていらない。お友達の家みたいにパパとママにそばにいてほしいの。でもパパもママも仕事ばっかり。きっとゆいのことが嫌いだからなんだ。だからゆいの気持ちなんて一つも考えてくれないんだ。ネズミはじっとゆいちゃんを見ていましたが、だったら私と一緒に来て、と言いました。すると急に体が軽くなり、ベッドに座っていたはずの体が宙に浮きました。これからパパのところに連れて行ってあげる。え？パパは仕事だよ。大丈夫だよ。ネズミがそう言うと、急に周りが早く回り出し、気がつくとパパの会社の中にいました。会社の中には大人の人が数人いるだけです。パパはパソコンに向かって難しい顔をしながらじっと考えているようです。時々何かに思いついたように指を動かしますが、また止まるとじっと画面を見つめています。どうやらものすごく難しい仕事のようで、いつも笑顔のパパの顔が苦しそうに見えました。パパはどんな仕事をしているの？とっても難しい仕事だよ。パパにしかできない仕事。誰かがパパの代わりに仕事をしようにもできないから、毎日遅くまで頑張るしかないの。パパだって本当は早く帰りたいんだよ。そうなのかな。机の上を見てごらん。言われるままに机の上を見ると、そこにはゆいちゃんとママの写真がありました。二人ともとっても幸せそうに笑っています。するとパパが大きな伸びをしてどこかに行きました。パパは？コーヒーでも入れに行ったんじゃない？戻ってきたパパは手にコーヒーカップを持っていました。疲れたからコーヒーを飲んで頑張ろうと思ったんだよ。コーヒーを一口飲んだパパはそのままパソコンに目を向けるのかと思ったら、写真を手に取りました。そしてじっと写真を見ると、ゆっくりとゆいちゃんの顔を撫でました。ごめんな、毎日遅くなっちゃって。パパ頑張るからね。そう言うと写真を元に戻してパソコンに向かったのでした。これがパパだよ。ゆいちゃんのことが嫌いだから帰ってこないんじゃなくて、ゆいちゃんのことが大好きだから頑張ってるの。ゆいちゃんは何も言いませんでした。何も言わないというよりも、何と言っていいのかわからなかったのです。するとまた周りが急に動き出し、気がつくとママの会社にいました。ママは小さな事務所の社長さんなのです。真っ暗な室内で自分の机の上だけ電気をつけています。事務所内には誰もいなくて、たった一人で仕事をしていました。ママはパパとは違ってたくさんの書類をじっと読んでいるようでした。ママはどんな仕事をしているの？ママにしかできない仕事。ママは何人もの従業員をまとめる社長さんだからね。やることが多いんだよ。パパが働いているのになんでママまで働くの？やっぱり
ゆいと一緒にいたくないから。この仕事はね、たくさんの人の役に立つ仕事なんだよ。ママが働かなかったら困る人がたくさんいるんだ。でも、ゆいだってママと一緒にいたいよ。ゆいの気持ちがわからないママは、やっぱりゆいのことが嫌いなんじゃないかな。すると、事務所のドアが開きました。入ってきたのは一人の男性です。お疲れ様です。社長、まだ残ってたんですか？お疲れ様。なかなかね、やることが多くて。どうだった？はい、喜んでもらいました。よかった。ほっとしたわ。もう10時ですよ。お子さんが待ってるんじゃないですか？そうね。でもやるべきことはやらないと。かわいそうだけど、私にしかできないし。たまには早く帰ってあげてくださいよ。そうしたいんだけど。本当はね、娘の寝顔しか見れないのは辛いのよ。最低な母親だと思うの。でも今は頑張るしかないから。ママは辛そうにそう言うと、机の上の写真立てに目を向けました。そこにはゆいちゃんの写真が飾られていました。そうですね。俺も頑張ります。ありがとう。ママも私の写真を飾ってるの？そうだよ。ゆいちゃんが大好きだからね。大好きなら早く帰ってきてくれたらいいのに。そうだね。でもこれだけ頑張れるのはゆいちゃんが大好きだからだよ。本当はママだって早く帰りたいんだ。パパもママもゆいちゃんのことが大事で大好きだからね。ただそれができない時もあるんだよ。そっか。そうだね。自分のために頑張っていると思っていたパパとママはゆいちゃんのために頑張っていて、その他にもたくさんの人のために頑張っていることが分かりました。そして何よりもゆいちゃんのことが大好きで、ゆいちゃんのことを忘れてはいないのだということも分かりました。どんなに帰りが遅くてもいつも写真を飾ってくれて、いつでもゆいちゃんのことを忘れずにいてくれるパパとママは、お友達のどのパパとママにも負けないくらい大好きなパパとママだと思いました。帰る。もういいの？もういい。よくわかったから。愛されてるってわかったの？わかったよ。だからネズミさんがそばにいてくれるんでしょ？そうだよ。パパとママがゆいちゃんを大好きなうちはずっと一緒にいるよ。だからきっとゆいちゃんがおばあさんになるまでそばにいるだろうね。私もずっとそばにいる。パパとママのことが大好きだからずっとネズミさんのそばにいる。気がつくと周りが大きく動き出しました。とっても優しい香りでゆいちゃんは目を覚ましました。昨夜のことが夢だったのか、それとも現実だったのか。例えば夢であったとしても、ゆいちゃんはなんだかすっきりした気分でした。もうパパとママがゆいちゃんを嫌いだなんてちっとも思ってはいませんでした。ゆいちゃんはパジャマのまま台所へ行くと、
ママが朝食の支度をしていました。パパも新聞を広げてコーヒーを飲んでいます。あんなに遅くまで働いているのに、いつもと同じ朝です。ゆいちゃんはとびっきりの笑顔でパパとママに「おはよう」と言うと「ママ大好き!」とママにしがみつきました。カウンターの上に置かれたネズミのぬいぐるみはなんだかうれしそうににっこり笑っているように見えました。おしまい。